皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアには軍事同盟相手国があります。これらの国々は旧ソ連諸国です。これらの国々が今、どのようにウクライナにおける戦争に関わっているかについて解説していこうと思います。なお、現在の状況をまず説明すると、ロシアによるウクライナ侵攻というのは、ある一定程度においては成功していますが、プーチン大統領の望んでいる結果とはあまりにもかけ離れている状況です。当初、プーチン大統領はロシアを傀儡国家化して自分たちの勢力圏下にすっぽり収めるということを最終目標として掲げていました。そのため、ウクライナの首都キーウを攻略し、ゼレンスキー政権を打倒し、傀儡国家に切り替えるといったことを考えていたわけですが、この首都攻略といったものは完全に失敗し、ゼレンスキー政権は現在でも健在です。そのため、このような失敗を覆い隠すために、現在ロシアが言っているのは、作戦は第2段階に入ったという言い方を行っています。首都攻略に失敗した部隊については、これを再編して、ウクライナ東部における大攻勢へと転換したのです。また最近では、ウクライナ南部のオデーサを攻略し、その先にあるモルドバについて言っても、NATO 加盟国ではありませんから、これを攻略して自分の勢力圏下にすっぽりと収めたいなどという話をしています。これは第一段階におけるウクライナ全域の掌握といったものが全く不可能なような状況になってしまったので、目標値を下げることによってその小さな目標を達成することで自分たちは勝っているんだぞということを言いたいという状況に陥っているわけです。しかしそのような目標の下方修正であったとしても、果たしてうまくいっているかといえばそういったわけではありません。現在のところ東部の大攻勢に打って出ている状況なわけですが、首都攻略部隊を再編して逐次投入しているような状況なので、ウクライナ軍の守りが薄いところについてはある程度進行ができるものの、それ以外の分厚い守りのある部分については全く前進できないような状況に陥っています。全体状況から言えば、ロシア軍は外部からの援助というものがほとんどない状態なのに対して、ウクライナ側に対しては、欧米各国から様々な武器支援などがあって、時間が経てば経つほどその力関係といったものは、よりウクライナ側に有利になることとなります。ですから、プーチン大統領としては、目標を下げたにもかかわらず、だんだんとその目標すら達成できないかもという状況に陥りつつあるわけで、なんとかこの状況を好転させるために、旧ソ連諸国の軍事同盟を実際に結んでいる国々に対して、参戦やもしくは武器供与などを求めている状況です。では、それら軍事同盟を結んでいる旧ソ連諸国が、ロシアに対してどのような行動をとっているか見ていきましょう。欧米各国の軍事同盟といえば NATO があります。一方においてロシアの軍事同盟というのは CSTO と呼ばれるもので、加盟国はロシア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、アルメニアとなっています。今回の戦争においてはベラルーシがある程度関与はしていますが、その他カザフスタンであったり、タジキスタン、アルメニア、キルギスといった国々などは全く今回の戦争に関与していないと言えます。なぜならば、プーチン大統領が求めるような参戦であったり、武器供与については基本的にお断りしているような状況だからです。ロシアが軍事同盟を結んでいる国々が旧ソ連諸国の中でありますよというご紹介をしましたが、しかし、プーチン大統領が求めるような形での参戦であったり武器供与といったものはこれらの国々からは行われてはいません。なぜならばこの CSTO というのは基本的にどこかの国が攻められたら加盟国みんなで守りましょうね、助けましょうねというあくまでも防衛体制を固めるものであって、どこかの国を侵略するのにみんなで一斉に戦いましょうねというそうした侵略的な目的を持ってはいないのです。ですからロシア軍によるウクライナ侵攻というのはあくまでもウクライナという国の中での戦いであって、決してロシア軍がウクライナから戦いを挑まれてロシア国内で戦っているわけではないのです。ですから CSTO の加盟国にしてみれば、ロシアから軍事支援を求められたとしても、そもそも同盟の趣旨から言ってもあなたが侵略側であって私たちは関与しませんよというのが正当な権利として主張できるのです。ただし、それはあくまでも表向きの話であって、実際のところ彼らの本音というのは別にところにあると思った方が良いでしょう。まず第一に、もしもロシア軍による侵略というものがものすごくうまくいっていたとしたら、この勝ち馬に乗る形でこれらの国々が武器支援などを行った可能性は当然あります。
例えば、ロシア軍によるウクライナ侵攻その第一弾として、ウクライナの首都キーウを攻略し、そしてゼレンスキー政権を打倒し、ロシアによる傀儡政権へと切り替えて、ウクライナという国家が丸々ロシアの勢力圏に収まるようなことになれば、ロシアの味方ですよということをアピールすることが政治外交上においてもそれぞれの国にある程度必要になってくるからです。しかし実際のところロシア軍によるウクライナ侵攻というのは第一段階である首都攻略は失敗し、ゼレンスキー政権も健在です。そして現在の状況から言っても、ロシアは世界各国から経済制裁、金融制裁などを受けている状態であって、順風満帆な状況ではありません。つまり、ロシアの方が負け戦になるというのをある程度予想ができる状態になっているわけです。ですから、軍事同盟を結んでいるこれら旧ソ連諸国について言っても、大々的な軍事支援などには乗り出さないというわけです。ただし、それぞれの国で事情が違うということも少し言及しておきましょう。最もロシアに協力している国としてベラルーシがあります。ベラルーシの場合は、ルカシェンコ大統領とプーチン大統領の個人的なつながりも非常に強いものがありますが、ベラルーシにはベラルーシでロシアに協力しなければならない理由というものがあります。それは、ベラルーシの大統領ルカシェンコ大統領というのが国内で全く人気がない状態で、しかし独裁政権、そして軍の支援を受ける形で、ある程度自分の権力基盤を維持しているという事情があります。このような権力基盤を維持していくためには、ロシアのプーチン大統領の後ろ盾というものがなければ、自分が国内で追放されたり、もしくは処断される危険性すらあります。ですから、プーチン大統領の求める軍事支援についても、できるだけのことはしたいと考えているのです。しかし、できるだけというその枠を飛び越えた瞬間に、自分の命が危ないと考えているので、参戦するといった話や、もしくは武器支援といったものを大々的にすることに関しては、二の足を踏んでいるのです。例えば、ベラルーシ軍がウクライナ領に侵攻するといった話などになぜ発展しないかといえば、それは国内において自分の権力基盤を支えているのが軍だからです。その軍を国外に出して、そして損害を出してしまえば、軍そのものがルカシェンコ大統領の命令に従わないようになるかもしれません。そうなれば国民が求めたルカシェンコ大統領のその政権打倒の動きが盛り上がった時に、軍がこれを見守るだけで制圧を一切しないかもしれないわけです。ですからルカシェンコ大統領にしてみれば、ベラルーシ軍によるウクライナ侵攻というのは自分自身の政権を終わらせるかもしれないというわけで、プーチン大統領の求めには応じられないというわけです。ベラルーシ以外の旧ソ連諸国の中でカザフスタンの事情についても解説を行っていきましょう。カザフスタンは天然資源の非常に豊富な国で、カスピ海沿岸の油田などから非常にたくさんのお金を得ています。しかし、ここには一つ事情があります。それは、これら開発に携わっている企業といったものは、欧米各国もしくは日本や中国といった海外勢が主体となっていて、自国はあくまでも権益を得てそこからの利益をもらうような胴元の立場になっています。それが一体何を意味するかといえば、もしもカザフスタン自体が経済制裁などを受けてこれら開発業者が国内から去ってしまうと、今後の天然資源の開発から得られる資金といったものが全く途絶えてしまうかもしれない、ものすごい危険性を感じています。旧ソ連諸国というのもなんだかんだ言ってグローバル経済界の中において欧米各国の開発業者の力を借りて天然資源を採掘していたりもするので、この重要性といったものは非常に高いのです。そのようにしてグローバル経済といったものをどれほど自国の利益につなげるかといったことを考えた時に出てくるのが、ロシアと追随しているだけでは自国の未来が明るくないという現実を直視することがカザフスタンの場合はできています。例えば、ロシアはクリミア半島を併合し、ウクライナ東部においては傀儡政権を2つ作り、ドンバス州全体を自分たちが支配するための口実作りを行っています。しかし、カザフスタンはこの2つの行動について言っても否定しています。クリミア半島をロシアが併合したが、これは認めないとしていますし、またウクライナ東部における傀儡政権をロシアが国家承認したことに関しても、カザフスタンとしてはこの傀儡政権を国家としては認めないとしています。どちらかというと、その行動というのは欧米に寄ったものと言えるでしょう。ロシアと国境を接していて、旧ソ連諸国という昔馴染みの関係があるからこそ軍事同盟は結んでいるものも、それはあくまでもカザフスタンの安全保障上必要であり、
行っているものにしか過ぎず、決してロシアとべったりくっついて何でもかんでも賛成するという国家ではないわけです。このようなロシアとの関係上において、軍事的には頼るようにしているんだけど、経済的にもしくは政治外交上においてはロシアとべったりではありませんよというのが旧ソ連諸国の行動の一つの特性だと言えます。利益は利益で確保しなければ自国の経済は発展しないといったこともありますし、自国の政権を維持するためにもお金が必要だ、軍の支援は必要だといったことはどうしても存在するわけです。そうした意味において、ロシアに軍事支援したりもしくは参戦したりなどすれば、ロシアの道連れになって自国が崩壊してしまうかもしれない、自分の国の国益にはかなわないとなれば、プーチン大統領の求めには応じないということは、一つ真っ当な結論とも言えるのです。そのような形でロシアとの関係に距離を置いたこれらの国々においては、距離を置くことによって利益が得られる面もあります。その代表的な例の一つが人材の確保です。現在ロシアでは金融制裁や経済制裁などによって海外事業がどんどんと途切れてしまうことになっています。その中で最も影響を受けているのが IT 関係の企業で、これらの企業は海外の事業が全くないものですから、当然売上も上がらない、売上がないのだから給料についても先細りすることは分かっているし、もしくは仕事そのものがないのだからクビになったりもします。そのような状況といったものがまさに今自分の身に降りかかるし、今後についても全く明るい展望がないということを分かるような人たちというのが IT 関係の人には多い関係で、これらの人々は積極的にロシア国外へと脱出を図っています。その時に移動しやすい先として旧ソ連諸国があります。基本的に旧ソ連諸国というのはロシアとの人の行き来がしやすい関係にありますから、脱出もしやすいというわけです。今回 CSTO に加盟している国を紹介するときに地図を表示しましたが、この中においても一番小さいアルメニアはトルコの隣といった具合にして基本的にはヨーロッパに近い国です。ですから小さい国ですが、インターネットの力を駆使すればもしかしたら国づくりに大きな貢献ができるかもしれないと考えて、ロシアとの距離を置いて、一方においてこうした高度人材の受け入れなどには積極的な体制を示しています。他の国々について言ってもそうで、カザフスタンなどは天然資源があるわけですが、天然資源だけでやっていくのも限界を感じるわけですから、ロシアから高度人材が流れてきて、自国にインターネット企業をどんどんと発展させることができれば、それは大きな力となるでしょう。そのように考えて、ロシアとの距離を取ることそれ自体が国益にかなうと考える国々は、今後もロシアに対する軍事的な支援を私は行わないのではないかなと思います。ロシアによるウクライナ侵攻というのは、政治外交上において敵をたくさん作ったという意味だけではなく、味方についていてもこれらの賛同を得られることもできず、味方から距離を置かれ孤立してしまうという結果を招いています。これを戦略的な敗北と言わず、一体何というのでしょう。なお今回の話は旧ソ連諸国を中心にして話をしましたが、近隣の国である北朝鮮からの軍事支援が望めるのではないかといった声もあります。しかし北朝鮮の行っている兵器開発というのはあくまでも金王朝をいかにして維持するか、そのために存在しているのであって、他の国々を助けるためにあるものではありません。弾道ミサイル開発がうまくいったねとなっても、成果である弾道ミサイルなどをロシアに提供するとはちょっと考えにくいかなとも思うわけです。どっちみち支援をするとしても、北朝鮮の工業力では大量に生産することがそもそもできないわけですから、プーチン大統領の求めるようなどんどんとミサイルを提供してくれという話などには一切応じることは不可能だと言えるでしょう。皆さん今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていてください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックやもしくは投げ銭機能のあるところではこれらもぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。